海外旅行へはオラフライの eSIM が非常に便利です。オラフライとは世界200カ所以上のエリアで利用ができるデータ通信専門の eSIM 会社です。なんといっても使いやすさと利用可能エリアのカバー率の広さが非常に人気があり、私も愛用しております。先日韓国のプサンに出かけたのですが、わずか2日の滞在ではありましたが、滞在日数に合わせてプランが選べ、高速インターネットがデータ無制限で利用することができ、非常に便利でした。そもそも eSIM って何？使ったことがないという方がまだおられるかと思います。 SIM カードとはサブスクライバーアイデンティティモジュールの略で、日本語で直訳すると加入者識別装置というちょっとおかしな日本語になります。通常スマートフォンでインターネットを利用する場合、今お話しした物理的な SIM カードをスマートフォンに挿入して、ご自身のデバイスでプロファイルを設定し使うことになります。しかしこの作業が非常にめんどくさい。現地で SIM カードを買いに行く手間や設定する時間がもったいないです。しかし eSIM ならこの手間が全て省けて超簡単に設定ができます。まずはオラフライ購入サイトで行き先を検索、プランを選んで購入してください。支払いはクレカや電子マネーが使えて非常に便利です。するとオラフライからメールが届きます。そのメールに設定用の QR が表示されているので、その QR をタップしてください。すると eSIM を追加という選択肢が出るので選択してください。設定はすぐ終わるので、完了したらこれで終わり。あとは現地に着いたらデータローミングを有効に切り替えたら即開通します。この作業は日本にいる時からもできるので、1秒でも現地で無駄に過ごしたくない人にとっては最適です。詳しくは概要欄にリンクがあります。リンクからの購入で 5% 割引もあります。ぜひオラフライをよろしくお願いします。ご存知の方もおられると思いますが、韓国の2大フラッグキャリアの一つ、スターアライアンスメンバーのアシアナ航空が近々なくなってしまいます。なくなるというか、同じく韓国を代表するフラッグキャリアの一つであるスカイチームの大韓航空に吸収され、アシアナ航空という名で運航されることはなくなってしまいます。2025年1月中に株主総会を経て正式に吸収合併の作業に入り、今後2年以内にアシアナ航空は消滅すると先日発表がありました。まだ気が早いですが、もうアシアナ航空に乗れなくなってしまうことを考えて、今回は名古屋からソウルまでの移動で乗ってみることにしました。せっかくなので今回はセントレアから韓国ソウルインチョン空港までアシアナ航空のビジネスクラスを予約しました。繁忙期でなければアシアナ航空の日韓路線は意外とお手頃です。日にちにもよりますが、エコノミーなら片道1万5千円ぐらい、ビジネスなら3万円くらいで利用できる日が多いです。今回は短い区間ですが、ビジネスクラスを予約しています。アシアナの名古屋便はいつもだいたいエアバス321などの割と小さめの飛行機が多いのですが、最近は利用者が多いので機材が大型化され、本日もエアバス330で運航されます。名古屋ソウル便は現在1日2往復飛んでおり、ANA とエティハド航空とのコードシェア便です。ANA マイルでもこの便を予約することができます。ということでチェックインの方完了いたしました。はい、スムーズに終わりました。今回で機材がエアバス330ということで、セントレアからアシアナのビジネス乗るの初めてですね。2時間ぐらいの短い区間なんですけど、はい、楽しみたいと思います。めちゃくちゃ今日混んでるらしくて、保安検査場激混みです。一応ラウンジチケットもらったんですけど、グローバルラウンジのチケットでした。PP で入れるところですね。アシアナそこ指定なんだね。はい、知らなかった。とりあえずもう行きましょう。コロナも終わり、需要回復が著しい日本ですが、東京や大阪はパンク寸前なほど空港が混雑している中で、セントレアは回復が遅れ空いているイメージでしたが、ここ最近はそんなことはなく、国際線もかなり混んでます。ということで保安検査と出国審査終わりました。1時間かかりました。セントレアでこんなかかるとは。日本人はね、そんなに多くないですけどね、ほとんどインバウンドですね。名古屋の便使うメリットとかあるんですかね。わかんないけど。
。それではゲートに向かいます。今ね、韓国の情勢がちょっと荒れてるんだよね。大統領の弾劾裁判とかで、その辺はまあ多分影響はないと思うけど。今ラウンジを出た後に気づきましたけど、ちょっと遅延してるみたいですね。11時15分、10分の遅延か。今ちょうど私が乗る芦穴の330が降りてきましたね。出発が遅れてたんかな。これはタイエアジャ X の飛行機ですね。全身真っ白なやつです。これね、当たりですよ。以前動画でレビューしてますけど、案件でね乗らせていただいたんですけど、これのビジネスクラスフルフラットベッドでしたっけ、当たりですね。これ乗る価値あると思います。もともとSQ のシンガポール航空の古い機材をそのまま使ってるってやつですね。先ほど降りてきた330、今スポットにね向かってるんですけど、今10分遅れかな、この段階。多分もうちょっと遅れるんじゃないかな。そうなると韓国のエアライン独特のパリパリモードといって急いでね準備して急いで出発するんじゃないかなと思います。これは顕著にねやっぱり見えるのは韓国のエアラインかなと、個人的に思ってて、私は全然急いでくれるの嬉しいんで安全には注意してほしいですけど、そういうのが結構気になって見たりしてます。あと2年以内にはこの芦穴航空ねなくなってしまうということで、セントラにこんな感じで、芦穴のこの塗装の飛行機が見れなくなるかもしれないですね。かもというかほぼ確定だと思いますけど、そうなるとちょっと困りますよね、利用者としては。どういう風になるのかこの先まだ私も詳しくは知りませんけど、スターラ系の選択肢がなくなってしまうんで、東京に住んでる人たちはねANA が直行便を金浦空港とかに出してるんです、いいと思うんですけど、地方だとね芦穴結構大事なんですよね。特に SFC とかスターラ系乗る人、その選択肢が全部大韓航空に吸収されてスカイチームになってしまうとね、ちょっとねあとマイルの特典航空券の絡みもあるんですけど、ちょっとなんか芦穴頑張って残ってほしいなっていうのが僕の気持ちですね。스타어라이언스 아시아나항공에서 탑승 말씀드리겠습니다. 아시아나항공 121병 ANA 6963병 ということで搭乗開始になりました。乗ってきます。座席は4の A 窓側、今んとこ隣いなかったですけど、フルフラットにならないタイプのねやつなんですよ。古いやつですよ。なんで料金も多分安かったのかなみたいな。안녕하십니까. 안녕하십니까. 감사합니다. 저희 가죠. こんな感じですね。こんな感じの座席です。十分広いね。意外と自分ねこのタイプ好きです。フルフラットの狭いスタッカートのキツキツより好きだったりします。で旧式なんでふわふわなんでね、座席が。でスリッパぐらいかな。はい、そんな感じです。ビジネスクラスはどうかな、半分も埋まってないですかね。かなり空席が多いです。ゆとりありますね。2時間少々のフライトなんであっという間に着きますけど、ほとんどのね日本人の方にあんま関係ないと思いますけど、韓国の、入国 K イータっていうのがコロナ明けぐらいから必要だったのが今免除になって、それが再びまた来年いっぱいかなまでまた有効というか免除になりましたんで、わざわざねK イータ取る人もいないと思いますけど、K イータ持ってればアライバルカード書かなくていいっていう、それだけしかないんですけど、しかもお金かかりますからね K イータね。自分はまだ K イータの有効期限中なんで、それで入ればアライバルカード書かなくていいんですけど、普通の皆さんもねノービザで、アライバルカード書かないといけないですけど入ることは今できるんで、もともとね韓国なんかビザいらなかったですし、いろいろ政治的な問題とかもあったかもしれませんが、それでそういうおかしな感じになってますけど、多分今後相互ビザなしなんちゃらとか始めようとしてますよね。大統領が変わるんで、今超親日大統領ですけど、
多分変わったら超反日大統領になったら変わるかもしれません。最近あんまりこういうタイプのテーブルない気がするな。この持ち上げてこうやるやつ、結構好きですけどね。すっきりするんで。短い路線ですけどちゃんとメニュー表が渡されました。321のちっちゃいやつで来るより330だとちょっとなんかゴージャス感がありますよね。これ同じものなのかな。今おしぼりとアライバルカードもらいましたけど、この後なんか、ウェルカムドリンク持ってきてくれるみたいです。このメニュー表のこれだったらすごいけどな。こんなトリュフが山盛り乗ったステーキみたいな、多分これはないですね。メニューは名古屋便一択だそうです。ブルーチーズを添えたポークパストラミサラダ、メインディッシュが牛肉のカルビチム、ご飯と一緒かな。メイン違うわ。チキン照り焼きとビーフと選べるんだね。なるほど。デザートはマンダリンオレンジケーキ。一応ね、白ワインと赤ワインが1種類ずつ。国際線のもっと長距離だといろいろあると思いますが、ビールとかノンアルなんちゃらとかいろいろありますけど、あと2年以内にこの芦穴のね、このロゴもなくなっちゃいますし、この OZ 便ってやつですね。2レタン OZ ってなんかちょっと芦穴のイメージが強いんで寂しいですね。食事のオーダー来たんでビーフを選びました。 손님 여러분, 서울 인천국제공항까지 가는 아시아나항공 121편, EY 8465편, NH6963편입니다. Ladies and gentlemen, welcome to Asiana Airlines, Flight 121, EY 8465, and NH6963 bound for Seoul Incheon International Airport. 121便並びに ANA 6963便 EY8465 便でございます。シートベルトを締めになり、スマートフォンなどの電子機器類はフライトモードにお切り替えください。 Good morning, passengers. This is your captain, Chong Woo-rang from Flight Tech. Welcome aboard Asiana Airlines, member of Star Alliance, bound for Seoul Incheon International Airport. Cabin crew, door sides, stand by please. Number 1 clear. Number 2 clear. Number 3 clear. Number 4 clear. 손님 여러분 안녕하십니까? Star Alliance 아시아나 항공. Thank you for flying Asiana Airlines, a member of Star Alliance. We hope you enjoy the flight. 皆様こんにちは。スターアライアンスメンバーアシアナ航空121便にご搭乗いただきまして誠にありがとうございます。ソウルインチョン国際空港までの飛行時間は1時間45分を予定いたしております。はい、ということで、この芦穴のアナウンスもね、今後聞けることがなくなると思いますので、ちょっと今長めに皆さんにお届けしました。まだ気が早いと思いますが、はい、ありがとうございます。はい、ということで今チーフの CA の方が挨拶に来ました。多分ね、スターラゴールド以上の人に言って回ってますね。これANA とかやらないですよね、もうね、ダイヤモンドの人だけやるかな。芦穴は今この便に関してはスターラゴールドの人だと思うんですけどね、全員じゃなかったんで今挨拶に来ました。 Welcome aboard, ladies and gentlemen. We'd like to familiarize you with the emergency equipment and emergency evacuation of this aircraft. 좌석 벨트는 양쪽 고리를 끼워 몸에 맞게 조이시고 풀 때는 뚜껑을 들어
곧 이륙하겠습니다. 좌석 벨트를 매주십시오. Ladies and gentlemen, we will take off soon. Please fasten your seatbelt.かなり斜めってますね。伝わるかな。シートベルトサインが消えたのでトイレに来ました。こちらがアシアナ航空のビジネスクラスのトイレです。広くて清潔で快適です。順調に高度を上げ、現在滋賀県の上空、琵琶湖の上を飛んでますね。この後機内サービスが始まり、食事が提供されます。それでは機内サービスが始まりました。ということで、めちゃくちゃうまそうですね。すごいボリュームだ。こんな肉でかいと思わなかった。なんかちょろっとしかないかなと思ったんですけど、名古屋便でもちゃんとやってくれるんですね。はい。で、デザートとサラダ、ブルーチーズが入ってるサラダ。思ったより豪華で嬉しいわ。前大韓航空のビジネス乗った時、この区間、ちょうど同じ区間ですね。全然大したことなかった気がするんですけど、アシアナ頑張ってるんですかね。これ名古屋で積んだやつだから、名古屋で作ってるやつだと思うんですけど、カルビチムってやつですね。ドリンクはお水と炭酸水がないと言われたので、スプライトをいただきました。ゼロスプライトじゃないんでね、甘いんですけど、今回は飲みます。で、このメインがね、かなりボリュームがあって食べ応えがあって、こんな短い国際線でもがっつり食事が出るんだなと、感動いたしました。質も高いですね。あとはやっぱサラダとか、こういった、小皿系の料理もすごい力入れてて、ブルーチーズと、ね、ハムのこのサラダもすごく美味しそうで、ドレッシングもね、すごいこだわってるなって感じがしました。実際短い路線で、ここまでする必要あるのかなっていう部分はあるし、大体皆さんあんま食べない人が多いのでね、そう、私みたいにこう喜んで食べてる人が、周りいなかったんで、食べてない人がほとんどかな。でも私は食べました。それではもう二度と食べれなくなるかもしれないアシアナ航空のビジネスクラスの機内食をいただいております。といっても日本で作っているのか積み込みは名古屋なのかちょっと詳しくは分かんないんですが、でもかなり質のね高い食事で、こういうのをね記念に食べたいっていう人はまだ間に合いますので、アシアナ航空に乗ってみてぜひ食べてみてください。好き嫌いもね特になさそうな、誰でも食べて美味しいと思えるようなメニューだと思うので、このカルビチムが特に美味しかったですね。意外と肉も柔らかくて量もあって大満足しました。先ほども言いましたけど3万円ぐらいだったんですよね。エコノミーが1万8000円ちょいかな。なんでべらぼうに高くないんで、アシアナ最後ちょっと記念に乗りたい人とか、あとビジネスクラスの、ちょっと乗ってみたいっていう人ではお試し路線でいいのかなと。もちろん ANA マイルとか、確かアラスカ航空のマイルでも、あれは大韓航空かな。すいません今適当なこと言いました。スターラ系のマイルでも多分取れると思うんで、狙ってみてもいいんじゃないですか。こんだけ空席あるんでね、取れると思いますよ。すげえ美味しい。ちゃんと、もちろん熱々なんですけど煮込まれてて食べ応えがあります。肉のサイズがやばいぐらいでかいですね。これ牛肉ですからね。しかもこれ選んでよかったですわ。であと、抹茶のパン、ちゃんと熱々のいただきました。ちょっとまだケーキは食べてないですけど、で今あったかいお茶もくれましたね。で
十分でしょうこんな短い路線で。素晴らしい美味しい食事を食べ終わったので、少しだけ横になって寝ようと思います。といっても時間はもう2時間弱のフライトなので寝る時間はないんですが、ほぼフラットに近いこのシートでね、フルフラットにはならないんですが、快適なシートで少し寝ようと思います。ということで、インチョン空港第1ターミナルに到着しました。 여러분, 서울 인천국제공항에 도착했습니다. 스타얼라이언스 아시아나항공을 이용해주신 손님 여러분께 진심으로 감사드립니다. Ladies and gentlemen, welcome to Seoul Incheon International Airport. Thank you for flying Asiana Airlines, a member of Star Alliance. 今日も大変はアシアナ航空にご参加いただきまして誠にありがとうございました。はい、ということで、久しぶりの第1ターミナルですね。第1ターミナル混むから嫌なんですけどね。イミグレーションどれぐらい時間かかるかな。なんかこの午前中から昼とかそれぐらいの時に出発すると、はい、この今1時ぐらいなんですけど、お昼のなんかすごい混んでるかもしれないイメージがある。カムサハムニダ。ということで、インチョン国際空港第1ターミナル到着しました。イミグレーション近かったわ。すぐだった。ということで、一瞬で韓国入国終わりました。待ちもなく荷物も速攻でできたんで早かったです。これラッキーですね。で、今回こんな感じでアシアナ航空ね、もうすぐといってもまだ余裕はありますけど、なくなっちゃう前にちょっと味わっとこうかなということで乗ってみました。興味のある方はね、ぜひまだまだ全然間に合うんで乗ってみてください。はい、なくなるの寂しいね。アシアナ航空のお話はここまでなのですが、今回韓国へ来た理由が、すでに動画は上がっておりますけど、北朝鮮に一番近いスターバックスへ行くということが目的で来ておりました。よかったらその動画も見てください。それでこの帰りにこちらのインチョン空港から帰国する様子もついでにお届けします。この後金沢で予定があり、石川県へ向かうのですが、航空券を調べていたら、なんとソウルから石川県の小松空港へ直行便があることを知りまして、これはめちゃ便利じゃんということで乗ることにしました。ソウルから金沢へ行く場合は、おそらくほとんどの方は大阪関西空港か、もしくは成田羽田の東京経由で向かうのが一般的だと思うんですが、ダイレクトに小松へ行けるとなると、時間も交通費もかなり節約できます。個人的には小松入国スタンプが欲しいというのもあるんですが、今からとりあえず小松空港行きの便に乗って帰国します。運航は大韓航空で JAL とコードシェア便です。自分は JAL のチケットとして今回は予約しました。ちなみに航空券の値段ですが、JAL 側で予約して34万ウォン、大韓航空側で予約して30万ウォンでした。大阪や東京経由で金沢へ行くことを考えたら相当コスパがいいと思います。
だいたいコードシェア側の航空会社で予約すると、運航側の何倍もの値段がかかり、高い傾向にあるとは思うんですが、今回は大韓航空と JAL 側で、そんなに値段の差がなかったのも良い点です。JAL 側で予約すれば JAL の修行実績にもなるし、JGC 以上のステータスがあるなら、プライオリティサービスも受けれます。しかも今回はエコノミーですが、付与マイルがなんと 100% でした。大変素晴らしい路線です。すごいですね。第2ターミナルの拡張された部分ですよね、ここって。ピカピカだわ。全然人いないけど。やっぱ第2ターミナルの方がいいね、空いてて。先ほども言ったかもしれないですけど、今回ね、大韓航空の小松空港行き直行便ですね。で、そちらを JAL の便として、JAL のホームページで予約してあります。3万ぐらいだったかな。値段がね、ほとんど変わんなかったんで、JAL で取った方がいいということで、なんで、プライオリティが、サファイアのね、あれが使えると思います。もともと日本便は確か使えるんですけどね。大韓航空で取っても。それでは5時半からオープンだったんで、ちょっとまだ空いてなかったんですけど、今並んで行きます。ということでプレミアムチェックインできました。ちゃんとラウンジのチケットもねくれたし、荷物にもプライオリティタグをつけてくれたんで、もうラウンジ行きましょう。はい、まだ朝5時50分ぐらい。秒で保安検査と出国審査終わりました。で、出てすぐのところのこの249番ですね。その横がカルラウンジなんで、久しぶりに第2ターミナルのカルラウンジ入るな。ここかなりね食事が充実してますよ。拠点なんでね、大韓航空の。はい、ということでラウンジ入りました。朝ごはんまだ食べてないんで食べたいですね。お腹空きました。全然まだなんかないな。準備中かな。全然食べ物ないな。パンぐらいしかないな。今スタッフの人に食事は何時ぐらいからあるんですかねって聞いたら7時って言ったんで、自分が飛行機乗る時間が7時25分なんで、多分食事間に合わないですね。機内食もあるし、そんなに無理して食べなくていいかなと思ったんで、もうこのカップラーメンさえあればいいです。あとちょっと菓子パンみたいなの持ってきました。全部炭水化物だけど、はい。金沢着いてからうまいもん食べようと思ってるんで、はい、これだけ食べれれば十分です。それではラウンジを出ます。とりあえず出発まで近くの喫煙所でこもって、待ちたいと思います。もうインチョン空港タバコ吸い放題なんで、至る所に喫煙所あって嬉しい。機材はボーイングの737ですね。多分ボロいやつです。早朝ですでにもう眠いので、多分飛行機乗ったらちょっと寝ちゃうと思います。もう寝る時間もあんまなさそうだな。機内食とか多分ありますし。ということで機内に入りました。普通の737ですね。拳1個半ぐらい。ダッシュ8かな。座席は29の F 窓側で、ちょうどエンジンの前ぐらいでした。と USB もありますね。이륙하겠습니다. 좌석 벨트를 매셨는지 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다.それでは帝国にインチョン空港を離陸しました。機内はほぼ満席で、ほとんど韓国人の乗客だったと思います。
やっぱり外国人観光客には金沢は人気なんだなと思いました。インチョンから小松まではなんと50分のフライト。名古屋から沖縄よりも短い時間です。この飛行機はソウルからほぼ一直線で小松空港へ向かいます。非常に短いフライトですが国際線なので機内食もありました。メニューは一択で、今回はイカのオイスター炒めとチャーハンでした。海鮮が食べれない人には撃沈のメニューですが、こういう場合は自分の運を信じるしかないのです。私は美味しくいただきました。その後急いで片付けがあり、寝る暇もなく小松空港へ着陸態勢に入りました。함께해주신 손님 여러분 고맙습니다. 우리 비행기는 고만즈 국제공항에 도착했습니다. ということで石川小松空港です。初めてですね。しかも国際線側っていう。今からイミグレーションです。ということで日本入国完了しました。小松スタンプゲットしました。これが小松空港が初めてなんでね、実はまた後日この空港から飛行機乗るんですけど、しっかりなんか大きい空港ですね。もっとしょぼいかと思ってましたけど、ね、金沢には空港ないですからね、この小松からじゃないと乗れないんで、ちょっとあんまじっくり見てる時間はないんですけど、それでこちらの一番乗り場からリムジンバスで金沢駅に行きます。なんだクレカのタッチ使えたんか。今現金で切符を買っちゃいました。ということでこんな感じで今回ね、最後は大韓航空で小松空港に移動するということで、終わります。はい、ご視聴ありがとうございました。